そういった環境を意図的に作ることがこのビッグベイトではできるんです。ビッグベイトはポイントを作れます。フィッシングギャングのあつさです。今回はですね、沖縄で最近流行りつつあるビッグベイトの釣りについて解説していきたいと思います。ではビッグベイトといえばですね、もう単純にその名の通り大きいルアーなんですけど、基本的にはこういったジョイント系のルアー、つなぎ目がついてるルアーのことをビッグベイトと呼ばれます。でそのサイズの定義っていうのは、特にないんですけど、大体僕的にはこのジョイクロとかのこの178ぐらいのサイズから、ビッグベイトと呼んでいいかなと思ってますね。で最近結構流行りが来てて、どこの河川行っても投げてる人がいるぐらい流行ってるこのビッグベイトなんですけど、やっぱり動画を見てる通りにやってるんだけど釣れないということを結構聞きます。やっぱりルアー自体のサイズが大きいので魚も見切りやすいし、簡単にはやっぱり釣れないです。そのビッグベイトの釣りなんですけど、なぜビッグベイトを投げるかというと、単純にかっこいいからですね。もうでかいルアーでやっぱりでかい魚を釣りたいっていうのはやっぱ誰しもが思うことなので、こんなおもちゃみたいな魚の形をしたプラスチックででかい魚をガツンと食わしたらやっぱかっこいいと思うんですよ。多分それを共感してる人たちが今みんなこんな高いビッグベイトを買って投げてるはずなんですけど、大体ビッグベイトを投げてる人は夢を追ったりとか、ロマンを持って釣りしてる方だと思います。それでもやっぱり釣れないと釣りは面白くないので、少しでも超過アップさせるために今日は僕なりの考えを教えていきます。今日いろんなビッグベイトを持ってきてるんですけど、一番よく使うのがこのジョインテッドクローの178ですね。例えば比べるためにこの2つを持ってきてます。でこれパッと見似てるんですけど、これは2連結ですね。でこれ3連結っていう感じでちょっと似てるんですけど、何が一番違うかというと、このヒレですね。ここにヒレがあると思うんですよ。こことここありますね。でこれにはないじゃないですか。で縦から見てもこっちにも横にもヒレがついてるんですよね。基本的にはビッグベイトはヒレが増えると安定性が増します。というのもローリングをしなくなるんですよ。ローリングというのはこの動きですね。この動き、ジョインテッドクローは結構ロールするんですよね。S 字を描きながらちょっとロールしてジャークを入れるとヒラを打つというかぐるんって回るんですよ。それに対してこういうヒレが多いビッグベイトっていうのはジャークしてもこういう感じで倒れにくいっていう役割がこのヒレにはあります。ヒレがあるかないかで同じように見えてるビッグベイトでも選択肢がまず変わってきます。それとですね、先ほど説明したように連結部分が1個しかないルアーと、2箇所ある、3分割されてるルアーっていうのがあって、分割が多ければ大きいほどこの S 字があまり出なくなりますね。これが多ければ多いほどより直線的な動きになっていきます。なのでもうこのバラムとかこれとかもっと多いんですけど、3箇所連結部分があるんですけど、頭の部分はほぼ動かなくてテールの部分しかこうやって動いてこないですね。っていうぐらいパッと見は同じようなビッグベイトなんですけど、動きがもうまるで違うんですよ。じゃあそれをどういった使い分けをするかというとですね、ビッグベイトの僕が思ってる最大のメリットは魚に気づかれやすいというところが最大のメリットです。もうルアーを投げて着水音のパターンっていう時点でやる気のある魚見に来ますから、スピニングでちっちゃいルアーを投げてピチョンと落ちたところで近くに魚が泳いでたとしても気づかれないんですけど、それに対してビッグベイトバチャーンと落とすとなんだろうって見に来るんですよね。もうスタートがやっぱ違くて、でそれで引いてくるとこのルアー食えないだろって思うぐらいのサイズが追っかけてくる光景がよくあると思うんですけど、それって食いたくて追っかけてきてるんじゃなくて興味本位で見に来るんですよね。そういうのっていうのは結構ライトプラグではなかなかなくてですね、このビッグベイトならではの引きつける魅力がルアーにあります。がっつり食わしてやるぞっていうよりはもうなんかついてくるはずだっていう感じで投げてると発見が多いです。でそれに例えば食えないサイズでもついてきたらスピニングタックルに変えて食わすっていう手もあります。それとですね、こういう太いビッグベイトもあるんですよね。河川ではティラピアとかも餌になるので、そういった時にやっぱシルエットマッチさせるにはこういう対抗があるビッグベイトも有利です。今説明したのはシルエットをまず買う時に合わせるという。でもう一つがヒレがあるタイプを選ぶのかないタイプを選ぶのかで使える幅が変わってきますよという2つを説明しました。でそれをまず購入するじゃないですか。でそのビッグベイトって大体の人が針を交換すると思います。その時にまた一つセッティングしてほしいのがここの後ろのフックですね。ここの後ろのフックを下げることによって動きは良くなります。
でここが重いとフォールの時にやっぱちょっとこうなるんですよね。もともと純正の時にここのフックの方が少し大きくて、大体のルアーがここがちっちゃいです。なのでそれでこうバランスをとって水平に沈んでいくっていうバランスで純正は売られてるんですけど、ここのサイズも合わせちゃうとちょっとこう上気味に落ちていくので、フォール姿勢があまりリアルじゃなくなるのと、あとこう引っ張ってくる時にもやっぱりここが重すぎてあまりこう振らないんですよね。本当はもっと生めかしくこうやって動くはずなのに、ここが重くてなんかこう動きがあまり良くなくなるんですよね。なのでこの辺は結構シビアなところですね。例えばもう一発 GT 狙いとか言うんだったら、ちっちゃくしたらやっぱりそれがバラシの原因になってしまうので、強いフックと強いフックで若干動きは悪くなるけど、それで挑んだ方がいいと思います。だけど例えばマングローブジャックとか、意外とこの針ちっちゃくてもドラグを出せば取れるターゲットとかもいると思うので、それはまた投げる人のターゲットにしている魚によってテールフックのバランスっていうのは変えればいいと思います。僕が例えば GT で泳ぎも良くて GT も取りたいって思ってる時は後ろをシングルにしますね。3本分の重さが1本にできるので、その分太軸にしたりとか大きくできるんで、動きはいいけど針は大きいっていう状態にするのであれば後ろシングルがおすすめです。じゃあそれではですね、実際ルアーを購入してきました。そして自分好みに針をチューニングしましたと。じゃあ次行くのは現場ですね。基本的にビッグベイトはもう波動で魚を寄せるという話をしたんですけど、投げてただ巻きでも十分魚を引きつける力があります。それプラスですね、僕は基本的にはもうただ巻きともう一つジャークをするんですけど、ガン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 と思いっきりジャークを入れる使い方をしてて、使い分けはですね、基本的には透けてる場所、そして日中、この2つは僕はもうほぼほぼもうジャークしかしません。スピードは違うんです。チャッ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 ってやったり、チャッチャッチャッってやってスピードは変わるんですけど、基本的にもジャークばっかりの釣りをやります。ただ巻きする時というのは、夜か濁ってる場所ですね。その2つではただ巻きをします。何が言いたいかというと、ただ巻きで見せる時に透けてる場所だと結構見切られるんですね。僕の経験上こう見には来るんですけど、スイッチ入って食わずに帰っていくっていうのが結構あるんですよね。なので見切らせないためのジャークで、夜の場合はですね、このジャークに今度追いついてこないんですよ。結構魚もスローに餌を探してる感じで、もうちょっとでもスピードが上がると諦めるんですよね。もう絶対ここにいるだろうっていう場所でもやっぱり反転流とかボンって出たりするんですけど、やっぱジャークはなかなか追いついてこなくて、なのでもう基本的には昼間が早い釣りと夜はスローな釣りという分け方をしてます。もう一つがですね、大事になってくるのはレンジですね。基本的には魚のこの目線に対して水平かそれより上ですねで誘うような使い方を意識します。例えばこのジョインテッドクローマグナムなんですけど、これもう一つあって、こう下にですね鉛シート貼ってるんですよ。全く同じルアーなんですけど、泳ぐレンジが全然違いますね。でこれ重りがこの2つで、5g 超えてて結構シンキングスピード速いんですよ。でなぜこの重くしてるかというと、リバー GT をこれ狙うためにウエイト張ってるんですけど、例えば引き波が出るといっても水深がそうですね、この背中から1メートル以内ぐらいにならないと引き波出ないんですけど、その引き波に対してこのルアーを前もってその進行方向に投げてレンジを合わせてこないといけないんですけど、魚もやっぱバカじゃないのでこう直進してるかのように見せかけて急に蛇行したりだとかイレギュラーな泳ぎ方をするんですよ。なので割とピンポイントで合わせないと間に合わないんですよね。沈むのが速いルアーじゃないと間に合わなくて、ギリギリでパンって入れてすぐ沈めて目の前に持っていくというような使い方をします。これが僕なりのウエイトを張る使い分けなんですけど、ウエイトチューンですね。基本的には僕は割と前寄りです。これなぜかというと、僕は結構ジャークを多用するのでルアーが上に飛び出しやすくなるんですよ。ウェイトを前気味に張ると姿勢がちょっとこうなるので、ジャークをすればするほどこの下に潜ろうという力がかかります。ここの部分が少しリップの役割になってバンバンといって、それがちょうどよく水平に泳いでくるきっかけになってくれて、潜りはしないんですけど飛び出さないので水平に引くことができる。なのでただ巻きを多用する人は逆にこのウェイトだとちょっと前下がりになってるので、こことかにウェイトを入れて、例えばこことこことか、もしくはこことこことか、そ
そういう感じでバランスを取るとベストだと思います。で僕の場合はジャークを対応するので前オンリーでやってます。で僕はもうちょっと大きいやつを買って自分でこう切ってやってるんですけど、最初から切られてるやつとかも、これとかも最初から切られてる鉛シートなんですけど、こういうのもあるので、これはですね何グラムがおすすめだよっていうのは、ぶっちゃけなくてですね、目安としてはジャークを入れても水面上に飛び出さないウエイトバランスで設定してもらうといいんじゃないかなと思います。ですがウエイトチューニングすると夜ですね、水深がやっぱ見えないので目で、なので結構根がかりするリスクが上がります。で僕的になんですけど、夜は結構魚がシャローに入ってきてて、意外と目の前にでかいのがいたりするんですよ。これ昼間と全く別の世界になってるんですけど、僕的には夜ビッグベイトを投げるときはウエイトチューンなしのルアーでいいと思います。結構魚はシャローに入ってきてるのと結構上ずってますね。それが僕なりの考え方です。そしてビッグベイトのもう一つの大きなメリット、それはですね、頭がいい魚ほどでかいルアーを食ってくるということです。大きくなるにはやっぱりそれなり賢くないと厳しい世界なので生きてこれないんですけど、例えばですね、これぐらい大きな魚が1匹の魚を襲う労力ってのは一緒だと思うんですよね。これを食うのかこれを食うのかで言ったら絶対こっち食うじゃないですか。もう普通に考えたらでかいルアーって見切られやすいというか、こんなでかいの投げて釣れないよって思うかもしれないですけど、魚はそうじゃなくて意外と1回の体力を計算した上で捕食をしているので、やっぱり賢い魚ほどでかいルアーを襲ってきます。それがもうビッグベイトのもう一つのメリットです。そしてもう一つのメリット、それはですね、波動がでかいというところなんですよね。どういうことかというと、こうやって水中でこうやると体にモワーンっていう水流が来るの分かると思うんですよ。魚というのはもうああいった波動を側線という部分で感じて、餌がどこにいるなとか泳ぎがおかしいやつがいるなっていうのを感じて近づいてくるんですけど、その波動っていうのは潮に乗っていくんですよね。強ければ強いバンっていう波動が遠くへその波動の残留というか流れていくんですよね。でそれをかなり遠くで側線でちょっとおかしいなって感じたやつがこう川を登ってくるんですよ。一つ覚えてほしいのがその波動を意識するということですね。波動を強く出せば出すほど魚に気づかれると。それプラス潮が走ってる時間帯だとより気づかれるっていう感覚を僕はもうサメを通して目で見て体感したので、これはちょっと今までシークレットな話だったんですけど、今回重要な話として皆さんにちょっと参考にしてもらえたらなと思います。それを意識するだけで超過っていうのは上がります。このジョインテッドクローマグナムでサメを釣った時もそうなんですけど、まずポイントを作るということができるんですよ。ビッグベイトを高く投げて、まずパターンという音でまず音で気づかせる。でその後何回もジャークを入れてその波動を作る。で波動を送り込むっていう作業を繰り返すんですよ。これを何度も何度も繰り返してると本当にサメとかロウニンアジが集まってくるんですよ。一番熱いのがその集まってきた3匹ぐらいがちょっと喧嘩モードになるんですよ。誰が先に捕食できるかみたいな。一番魚釣りでイージーになる時って魚が取り合いになってる時なんですよね。取り合いになってる魚は一番食わせやすいんですけど、そういった環境を意図的に作ることがこのビッグベイトではできるんです。なのでそれを頭に入れておけばよりゲーム性が高くなって面白くなるんじゃないかと思います。はい、というわけで今回はビッグベイトの話だったんですけど、主に今回説明したのは4つです。まず1つ、シルエットが大きいからこそ気づかれる。そしてもう1つが着水音がでかいから気づかれるメリット。そしてもう1つがフィッシュイーターが効率よく捕食をできるというメリット。そして波動が伝わるよというこの最大のメリットがあるので、場合によってはワームよりビッグベイトの方が釣りやすい状況っていうのも実際存在するので、皆さんも堅苦しいことは考えず今回の話を参考にやってもらったら超過上がると思うので、ぜひ試してみてください。ポイントは作れます。このビッグベイトだけは、ビッグベイトは超おすすめです。皆さんもぜひやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。